皆さんは車を選ぶとき何を基準にしていますか？近年の日本では燃費が良いハイブリッドが主流になり、運転しやすく維持費が抑えられる軽自動車やコンパクトカーなどの車が人気のように思えます。実際、車選びに関するアンケートでは価格や燃費、運転のしやすさが上位に上がっていました。そんな中でもせっかく車を購入するなら、デザインや内装だけではなく、性能や乗り心地にもこだわりたい方、少なくないのではないでしょうか。例えば直列6気筒エンジンは滑らかな回転と大排気量によるパワーを持っており、トヨタの11代目以前のクラウンや日産のスカイライン GTR など高級車やスポーツカーでよく採用されてきました。そのため一時は高級車やスポーツカーの象徴としてやっぱり直6がいいという声も一部で聞かれたようです。しかし1990年代頃を境に直列6気筒エンジンは V 型6気筒エンジンや直列4気筒エンジンに置き換えられていき、直列6気筒エンジンは一時期死に筋にまでなってしまいました。しかし近年再び直列6気筒エンジンを搭載した車が復活傾向にあります。一度廃れたはずの直列6気筒エンジン、なぜ近年になって再び採用されているのでしょうか。そこで今回のコツワズ車解説サークルでは、一度廃れたはずの直列6気筒エンジンがなぜ最近復活傾向にあるのか、その理由について迫っていきます。ぜひ最後までご視聴いただいた上で、よかったら動画の感想などをコメント欄で教えてください。直列6気筒エンジンとは、シリンダーを直列に6つ並べたエンジンのことを言います。ですがこのエンジンのメリットを解説する前に、まずはエンジンの基本的な構造についておさらいしましょう。一般的な自動車に採用されているレシプロエンジンでは、シリンダーと呼ばれる筒の中で吸気、圧縮、燃焼、排気の4工程を絶えず繰り返しています。レシプロエンジンとは熱エネルギーをピストンの往復直線運動に変換し、ピストンの往復直線運動をコンロッドを介してクランクシャフトに伝えて回転運動に変換するエンジンのことを言います。レシプロエンジンという言葉自体にも英語で往復運動をするエンジンという意味が込められています。まず空気と燃料を混合させた気体である混合気を作り、ピストンと呼ばれる部品で押し込んだ後に爆発させ、爆発によって発生したエネルギーがピストンを押し戻し、爆発した後の空気を押し込んで排出、ピストンを引いてできた空間にまた混合気を作るといった流れを繰り返しているのがレシプロエンジンです。これによってピストンの上下運動を生み出します。四輪自動車向けレシプロエンジンのシリンダーは基本的に複数個並んでおり、それぞれに使用されるピストンはコンロッドを介してクランクシャフトという棒でつながっています。このクランクシャフトがピストンの上下運動を回転運動に変換するため、タイヤへ回転する力を伝えることができるのです。また各シリンダーでタイミングをずらして爆発させることで、一つのシリンダーだけでは得られない大きなエネルギーを得ることができます。燃料がガソリンの場合は圧縮後に火花をつけて点火、軽油の場合は圧縮させることで自己着火など、使用する燃料などによって大なり小なりの違いこそありますが、大まかな仕組みはこのようになっています。そして直列6気筒エンジンとはこのシリンダーの並べ方と数で分類した呼び方の一つであり、そのシリンダー配置は主に直列型と V 型が採用されています。直列型は名前の通りシリンダーを直列に並べたもの、V 型はエンジンを横から見た時に V 字に見えるように傾きながら互い違いに配置したものです。他にスバルの車とポルシェのスポーツカーで現在採用される水平対向エンジン、フォルクスワーゲングループの高級車などで採用されている W 型エンジンなどがあります。この並べ方とシリンダーの数を組み合わせてエンジンを分類することが基本であり、シリンダーが直列型に6つ並んでいるエンジンであれば直列6気筒エンジン、V 型に片方4つずつで合計8つのシリンダーがあるエンジンであれば V 型8気筒エンジンなどという形となります。なおこれらは一般的に直6エンジンや V8 エンジンと略されることが多く、本動画も以降はこの呼び方を用いて説明します。直6エンジンのメリットとしてまず挙げられるのは、何といっても絹のような滑らかさと称される不快な振動の少ない滑らかな乗り心地です。それによる上質な乗り心地によって、かつては高級車で多く採用されてきました。エンジンから発生する振動には、ピストンが上下することで発生する一次振動、
上下運動を回転運動へ変換しているために発生する左右の振れを起因とした二次振動、それらのバランスが崩れることで発生する慣性風力の3種類があります。これらを抑えるには別なシリンダー内で対になる動きをしている必要があります。例えばシリンダーが2つあるエンジン内で2つのピストンが同じ動きをしていれば振動は倍になりますが、片方が逆の動きをすることで相殺することができるといったイメージです。先ほど解説したレシプロエンジンの4工程が完了するまでにはピストンが2往復、クランクシャフトは2回転します。そのため4つの工程につきクランクシャフトが720度回転します。直録エンジンの場合は直列にシリンダーが並ぶため720度を6等分した120度ごとに燃焼が起きています。これによって振動を打ち消すための部品であるカウンターウェイトやバランスシャフトを用いず、きれいに一次振動と二次振動を打ち消すことができ、運転中の振動を抑えられるのです。ところで同じ6気筒のエンジンである V6 エンジンやシリンダー数が偶数な直列4気筒でも同じように振動を減らせるように思うかもしれません。確かに V 型エンジンは静粛性に優れると言われますが、直録エンジンと同じ程度に振動を減らすにはシリンダーの数が足りず、一般的に同程度と言われているのはシリンダーが12個ある V12 エンジンになります。直列4気筒の場合も直録と同じように振動を相殺できるように思えますが、相殺できるのは一次振動のみで、小型化のために部品点数を絞らなくてもいい場合はカウンターウェイトやバランスシャフトを使用して振動を抑えているものもあります。またシリンダー内の燃焼バランスが良いことで走り心地の他にもエンジン音がクリアで心地よいと評価する声もあります。さらに構造がシンプルで単純なため製造コストが形状の複雑な V 型エンジンと比べて安く抑えられることも利点の一つとなっています。ここまでエンジンの構造から直録エンジンのメリットまでを解説してきましたが、ではなぜ直録エンジンが採用されなくなってしまったのでしょうか。原因としてはシリンダーを直列に6つ並べている構造上、どうしてもサイズが大きくなることにより駆動形式の変化と衝突安全基準の厳格化の2つに対して対応できなくなってしまったことが主にあります。ここからはそれらについて詳しく解説していきます。まず1つ目の理由は駆動方式の変化です。近年発売されている市販車両は高級車でも FF が多くなっていますが、1970年代以前は FR が多く採用されていました。 FF はフロントエンジンフロントドライブ、 FR はフロントエンジンリアドライブの略で、どちらも車のフロントにエンジンが設置されていますが駆動輪が異なります。駆動輪とはエンジンが駆動力を伝えているタイヤのことで、 FF ならば前輪、 FR は後輪が駆動輪です。 FR の場合は車のフロントに配置したエンジンで生み出した駆動力を車の中心に設置されたトランスミッションとプロペラシャフトを介して後輪へ伝えます。このように車を縦に横断する形で動力を伝えているため、ボンネットをある程度長くすることで大型のエンジンを搭載することができます。しかし FF の場合は動力伝達の効率を上げるためエンジンを横向きに置くことが一般的です。そのためエンジンの長さが車の幅に直結してしまうため大型のエンジンが採用されにくくなってしまいました。近年では大型高級車でも FF 化もしくは FF ベースの 4WD 化が進みつつあり、これも直録エンジンが採用されなくなった理由の一つです。もちろん FR と FF それぞれにメリットデメリットはあります。 FR の場合は駆動輪が後輪でエンジンがフロントにあるため車全体のウェイトバランスが良いことやハンドリングの応答性が高く小回りが利きやすいといったメリットがある反面、エンジン縦置きが基本になるため車の前長やボンネット部分が長くなってしまうことや凍結路面などでのスリップ耐性が落ちてしまうことがデメリットとしてあります。反面後輪がスリップしやすいという構造を生かしドリフト走行をして見せたり遊んだりする場合においては今でも FR の車が好んで用いられています。一方 FF ではエンジンやトランスミッションなどの駆動部分をフロントに集約できるため車内空間を広くすることで居住性が向上します。また後輪へ駆動力を伝える機構がいらない分コストを抑えることができるメリットがありますが、低速時の小回りが利きにくいデメリットがあります。近年では居住性の確保とコスト削減を目的に FF を採用した車が多くなっており、それにより直録のエンジンが使われなくなってきました。
しかし一部の高級セダンやスポーツカーなどは引き続き FR を採用し続けたにもかかわらず、それらについても直録エンジンが使用されなくなってきました。それはなぜでしょうか。その理由にはこれから説明する2つ目の事柄が絡んでおり、これが直録エンジンが廃れた最大の理由となるのです。さてその2つ目の理由ですが、世界的な衝突安全基準の厳格化があります。日本では1993年1月に改定された道路運送車両の保安基準により、1994年4月以降に販売される新車は時速 50km でコンクリート製のバリアに正面衝突をさせ、一定の基準をクリアすることが求められるフルラップ全面衝突試験という検査が行われるようになりました。しかし当時直録エンジンを搭載した車はこの検査に合格することが困難でした。なぜなら全長の長いエンジンを縦置きにしている車は衝突した際に衝撃を吸収する潰れしろであるクラッシャブルゾーンを確保できなかったことにあります。駆動方式の変更の部分でお話ししたように直録エンジンでは横置きも困難なため、衝突安全性を確保するために長さを取らない V6 エンジンへと置き換わるようになっていったのです。衝突安全基準は年々厳しくなってきており、1990年代に前面からの衝突性能を高める流れが生まれたことでフルラップ全面衝突試験が制定されました。しかし実際の事故でコンクリートの壁に正面衝突する場面はあまりないため、実際に発生している事故に近しい条件下で基準を制定するべきという考え方から、交通事故のさまざまな種類を分析し、運転席側の 40% の部分が対向車とすれ違えずに衝突したという設定のオフセット全面衝突試験、側面からの衝突を想定した側面衝突試験などが新たに導入されました。これらの安全基準の移り変わりを受けて、サイドカーテン型のエアバッグ導入やエンジンフードの高さを上げるなどの対策を近年の車では実施されています。このように当時主流として採用されていた駆動方式や安全基準の厳格化の影響を受けて、直録エンジンを採用した車は一部を除いて姿を消すこととなりました。唯一 BMW だけは直録エンジンに固執して引き続き採用をしていましたが、これは BMW の前身が航空機向けエンジン製造会社であったため、直録エンジンに並々ならぬこだわりを持っていたためです。ここまで紹介したエンジンサイズや衝突安全基準への対応といったネガティブ要素を BMW が持つ高い技術力でカバーし、滑らかなフィーリングをはじめとしたメリットを磨き上げることで、現在にまで続くシルキー6と呼ばれる BMW の代名詞といえるエンジンを開発製造し続け、BMW 社の特徴の一つとしているのです。ところで現在、一部のフラッグシップクラスの車において BMW の車以外でも直録エンジンが再び採用され始めています。単純に大排気量の車が人気になったというわけではなく、現代の高級車には高性能や快適性だけでなく、プラス要素として良好な燃費、環境性能の両立が求められていることが理由です。それだけなら V6 とかでも良さそうに見えますが、なぜ最近になって V6 ではなく直録が復活しつつあるのでしょうか。こちらも主に3つの理由が考えられるため、順を追って見ていきましょう。まず1つ目として挙げられるのは、エンジンの小型化が可能になった点です。メルセデス・ベンツでは4リッターの V8 エンジンのダウンサイジング用エンジンや、それまでの M276 型 V6 エンジンの後継エンジンとして3リッターの直録エンジンである M256 を2018年から順次展開しております。 M256 はメルセデス・ベンツが約20年ぶりに開発した直録エンジンで、2018年3月より W222 型 S450 で採用して以降、順次採用が進められています。 M256 エンジンではシリンダー径を狭くし、シリンダー間の厚みを薄くする、ベルトを廃止するなどして V6 エンジンに近いサイズへ抑えることに成功しています。ここにターボチャージャーや電動スーパーチャージャーを組み合わせてダウンサイジング化されて縮小された排気量を補っており、さらに一部ではマイルドハイブリッドも合わせて採用されています。直録エンジンでは V8 エンジンに比べて振動が少なく、また構造も簡単なことからコストダウンできるといったメリットがあります。そして次に2つ目の理由として、衝突安全基準の検査方法が変わったことにあります。先ほど解説したように直録エンジンを採用したとしても以前よりもエンジン自体が小型化されており、
結果として直録エンジンでも必要なクラッシャブルゾーンを確保できるようになりました。さらにエンジンの小型化だけでなく、オフセット全面衝突試験が重視されるようになったことも理由の一つであり、これが実は結構重要な要素だったりします。これまでコンクリート壁に正面から衝突させた際の安全性を評価していましたが、オフセット全面衝突試験では運転席側の一部をブロックに衝突させた際の安全性を評価します。この試験を行う場合は幅が広くなりがちな V 型エンジンよりも幅を狭くすることが可能な直列のエンジンが有利になるのです。そして3つ目は燃費の性能です。もちろん振動の少ないフィーリングは高級車にとって必要な要素ですが、実は V8 エンジンと比較すると直録エンジンにおいては燃費の面で見た際にも有利になる場合があります。最近日本のマツダでもスカイアクティブテクノロジーの一環として乗用車用としてはマツダでほぼ初めてとなる直列6気筒エンジンを開発しました。ガソリンエンジンであるスカイアクティブ G3.3、スカイアクティブ X3.0 は今のところ日本では販売されておらず、北米などで販売される CX90 やヨーロッパなど海外一部地域向けの CX60 で採用されていますが、ディーゼルエンジン仕様のスカイアクティブ D3.3 は日本の CX60 でも採用されています。開発された直録ディーゼルエンジンは排気量を 3.3 リッターとすることでトルクの確保と燃費の向上を図っています。まずエンジンの排気量は車両重量に対して最適化することで十分なトルクを確保しました。その上でトルクに余裕を持たせ、余剰分の空気を使用して混合機の空気の割合を高めることで燃費と環境性能の向上を図っています。近年は排気量を縮小する傾向にありますが、マツダのように逆に大排気量にすることで燃費性能を上げている例もあるのです。その他に直録エンジンを採用している例ではトヨタ GR スープラがあります。これは BMW とのサスティナブルモビリティの実現を目的とした協業を生かしてスポーツカーの共同開発を行ったことに由来するのですが、その理由にスープラは V6 エンジンではなく直録エンジンだというこだわりがあったからこそ実現したというのもあるそうです。このこだわりを実現するために2010年代初頭の当時、世界で唯一直録エンジンを生産していた BMW との共同開発を依頼して誕生したものとなっているようで、こちらについてはどちらかというとトヨタのこだわりという一面が大きいですが、これも直録エンジンが素晴らしいエンジンであることを物語っていると言えるでしょう。また商用車向けの大排気量ディーゼルエンジンでは現在も直録エンジンが主流になっております。この理由としては車両が大きくレイアウトの制約が少ないため、ターボを組み合わせた直録エンジンを採用するメリットが大きいと判断されているためです。同様に日本ではディーゼルエンジンで動く鉄道車両である気動車やディーゼル機関車などに搭載される排気量15リッター程度までのエンジンももっぱらターボ付き直列6気筒の採用がメインとなっています。ここまでの内容をまとめます。直録エンジンが廃れた理由は主に構造的にエンジンサイズが長くなるため、衝突安全基準として導入されたフルラップ全面衝突試験の通過が困難だったこと、それに主流の駆動方式が変わってきたことがあります。一方で最近になって再び直録エンジンが採用されてきている理由は、エンジンの小型化や衝突安全基準の評価項目の変化、燃費性能の確保が可能になったことであると説明しました。しかし直録エンジンが必要とされるのは高級セダン、スポーツカー、ラージサイズの SUV などです。近年人気なのは軽自動車やコンパクトカーが多いことからいつまでもあるとも限らないのが現状です。今回の動画は以上になります。動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ車解説サークルでは今後も継続的に車に関する様々な気になる情報を動画にして発信していきます。チャンネル登録をしていただくことによって最新の動画がいち早く見られるようになりますので、ぜひ登録ボタンを押してください。それではご視聴ありがとうございました。